皆様、本日は、こちらの鶏胸肉と、ココナッツミルク。こちらを使って、低糖質スープ第2弾これだと。2弾かなを作っていきたいと思います。メインの食材は、胸と、このココナッツミルクを用意してください。でね、ココナッツミルクって、カロリー自体は、それなりにはあるんだけど、糖質がすごい抑えてて、牛乳の半分ぐらいしかないんですよ。で、あと、美容にもいい成分がいっぱい入ってるみたいなんで、美容系として頑張っていきたいと思います。はい、じゃあやっていきます。で、まずこちらのもやし。今回、もやしも入れてかさ増しもしようと思ってるんだけど、一つが一個長いんで、もやしはね、水洗いする前に、袋とかに入ってる状態でいいんで、もう折っちゃって、バキバキに。食べやすいサイズになるように。シャキシャキ。食材があるのはいいんだけど、やっぱりスープなんで。そうそう、一緒にね。馴染みやすい方がね。適当に折れたら、まず最初にもやし洗っといて。もやしって結構ね、ちょっと独特の匂いが最初袋から開けた時あると思うんだけど、それをね、流したいんで、もやしを折ったら、ざるにあげて、水洗いしときます。で、水洗いしてるもやし。で、1個がね、適当に折れてるのでちょうどいいぐらいです。なんで、この処理だけ最初にしてあげといてください。はい。じゃあ、あとは材料のカットをしていくんだけど、こちらニンニク、ちょっとね、今回2かけ用意しようと思ったんだけど、今日買ったニンニクはすごい1個が大きかったんですよ。なんで1かけ分をみじん切りにしてます。ちっちゃいやつだったら2つぐらい使ってください。残りの材料は、今回もやし以外は鶏肉を、あと、ナスとしめじにしようと思ってて、もうしめじはもうカット済みのやつなんで、このまんま。で、おナス。はい。じゃあ、ナスですね。よくきれいに洗ったナスを、ヘタは取って、そしたらナスを食べやすい大きさにカットします。で、一回ちょっと縦に切っちゃって、この4分の1ぐらいに縦にカットして、この状態でちょっと乱切りっぽい感じで。はい。今日はゴロッとしたこういう具材と一緒にって感じにしようかなと思ってるんで、もっとね、細長く切って入れるっていうのでもありです。で、今回はもうナス、もやし、しめじ、あと鶏肉だけにしたんだけど、具材的にもっと入れてもいいよって方だったら、ヤングコーンとか合うと思うし、あとパプリカとか色合い的にも綺麗にはなると思うのでおすすめかな。用意できるものとか、あと、冷蔵庫にあるものを入れていけば結構美味しくなると思います。食べやすくね。今回だからメインで、もやしと鶏胸肉、多分題名に書いてあると思うんだけど、プラスキノコは絶対入れてほしい。そうだね、やっぱ、甘みが出るから。いつも通りね、ほんとキノコは。もう本当にお好きな。お野菜を。だからね、ベースとしてはちょっとグリーンカレーに入ってるようなやつだったら、すごい美味しくいただけると思います。はい、じゃあおナスカット終了。そしたらあと胸肉。で、胸肉は1枚用意してあげてください。で、皮は取り除いちゃいます。はい、で、鶏胸肉は、以前と同じ感じで、ちょっとスライスするんだけど、そぎ切りですね。ちょっと、一辺がでかすぎると、火が通りづらくなっちゃうので、細長く4等分ぐらいにして、スライス。でね、今回もちょっとヘルシーに、高タンパクで、鶏胸にしたんだけど、やっぱ実はももよりも旨味が強いというね、まさかの情報をね、前回も言ったと思うんだけど、それを聞いてからさらに胸肉の方がいいんじゃねえかなと思ってやっております。一応さ、ほら海外とかだと、日本だったらももの方が高いじゃないですか。ただやっぱ胸肉の方がヘルシーでいいらしいですよ。高級志向じゃないですけど、胸の方がももよりも高いんだって。どっちも違ってどっちも美味しいよね。ちょっとこれくらいの大きさにはなってると思うんだけど、これはね、火通るともうちょっと縮んでちっちゃくなるので。はい、オッケー。はい、では、お肉のカットが済んだら、とりあえずお肉、軽く下味だけはつけときます。で、今回はね、前回みたいに片栗粉はつけたりはしないので、ここに味付きの塩コショウ少々と、お酒は入れます。胸肉はそんな臭みはないんだけど、下味入れたら、お肉柔らかくする効果もあるし。そうそう。はい、オッケー。下味つけて。で、もやしのシャキシャキ感は活かしたいんですよ。なんで、もやしは結構最後の方に入れるので、あと用意してほしいのはこちらのカレー粉ですね。SB。で、ココナッツミルクは1缶が基本的に 400g あると思うんで、今回1缶分使います。で、それに合わせてお水はそれの半分の量200入れます。はい。では、お鍋に、ココナッツオイルとかがあればココナッツの方がいいのかもしれないんですけれども、
これじゃあちょっとオリーブオイルにしますね。少々軽く一回しほど入れて、はい、そしたらニンニクこちら入れていきます。いい香りです。はい、でニンニクの香りが立ってきたら、ここにおナス。ナスはね、油との相性もいいんで、香りをつけつつ軽く火を通します。ではおナスを入れて、結構しんなり、火はね弱めの中火ぐらいでやってましたら、ここにお水もう入れちゃいます。 200cc で、しめじ、これね180入ってるんだけど、半分ぐらいでいいかな。量はちょっとこれはキノコの量は相当多いんで、しめじは半分ほど入れます。で今はね水分量少ないんですぐ沸騰すると思うんですけれど、そしたらここにココナッツミルクもすごい、はい、全部入れちゃいます。で一応ねもったいないんで、ちょっとここだけ、これは分量外なんですけど、湯水で中のやつ全部入れちゃいます。結構上の口の部分に固体が溜まってることが溜まってたんで、結構入れる前に振った方がいいかもね。はい、ココナッツミルクを入れて、でちょっと沸騰するまで待ちます。ココナッツミルクがいい感じに沸騰したら、火を中火に落として鶏胸肉入れていきます。でこの状態で煮ていくことで、火が通り過ぎずに硬くならないようにします。胸肉しっかり中に入れて煮込んでいきます。いい香りですね。ではもう少しで3分経つんですけれども、そしたらここにコンソメキューブ2つ入れちゃいます。でここにカレー粉、 SB のカレー粉です。こちら大さじ2杯入れます。カレーの風味しっかりさせたい方はもう大さじ1ぐらい入れても大丈夫。にお醤油、隠し味のお醤油を大さじ1杯ほど、はい、入れて、はい、これでまたよく溶かしていきます。でね、キューブで入れてるんで、コンソメはしっかりとね溶けるように、固形で残んないようにね。はい、じゃあちょっとこれで一旦味見してみます。で味見た感じすごい美味しかったです。はい、そしたら最後ここに水洗いしたもやし半量ぐらいでいいかな。で火はまた中火にして、で最後もやしのシャキッと感を残しつつ火を入れておきます。で最後ね仕上げにガラムマサラとかをねちょっとかけてあげれば美味しくなると思うんですけれども、ここに胡椒、やっぱね味が締まるのとね、これは大事かな。で味見た感じ、もうちょっとだけお塩、この辺はお好みのね塩味つけてあげてください。いい塩梅で、皆さんのお好みで大丈夫。でももやしはほんとすぐ火が入るので、最後混ぜ合わして、もやしは入れて30秒ぐらい経てば全然大丈夫。こちらで鶏胸肉ともやしのココナッツカレースープ完成。じゃあ実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。では、いや香りがもうガラムマサラの。よし、じゃあちょっとまずやっぱスープだからね一応。 OK。 ではスープをいただきます。うまい。もうなんかせっかく低糖質なのに早速いたけど、米欲しいね。ほんともうスープカレーの米欲しい、本当に。うまっ。ちょっと鶏肉をね、
もう本当に火入れも完璧なんですけど、もうね、これ以上茹でたら絶対硬くなるっていうその一歩手前、前回多分作ってくださった方はトゥルンとしてるじゃないですか、で柔らかい感じなんですけど、こっちはトゥルンとはしてないですけど弾力があるんですよね。ちょっとでパサついてないちょっと鶏もも肉に近いような食感になってます。これめっちゃうまい。でも今はほんとちょうどね、なんかなんだろう、ブリンブリンって感じ。ナスうまい。うわ、ナスうまいね。やっぱキノコの出汁もでもやしのシャキシャキ感もねいいね。わかる。でさ、やっぱりこのこうちゃんがさパキパキに折ってくれてるからさ、スープに馴染んでさ食べやすいんだよね。うまい。前も言ったけど、これが低糖質なら絶対続けられるね。本当に美味しい。本当にうまいもんね。うまっ。あとさ、ココナッツミルクがベースのカレーって、グリーンカレーとかもそうじゃん。でもあれって結構ちょっと癖があるじゃん。そういった感じのね、苦手意識は多分なくなると思う、ココナッツこれ。確かにね。基本的にやっぱ普通のカレーのベースだからさ、ココナッツミルクのまろやかさは生きてるけど、うまい。米欲しくなるね、本当に。本当に欲しい。なんならバケットでもいいかな。あと本当にさ、半袖着て何言ってんだって感じだけどさ、マジで寒くなってきてるからさ、超体温まるこれ。高い。やっぱニンニクが効いてるのいいね。本当にニンニクがなくてももちろん美味しいけど、やっぱり病みつきになるには、あと体がねポカポカするのやっぱニンニクあると全然違うし、何よりねめちゃくちゃ元気出るからね。あとやっぱカレー粉が入ってるからさ、いろんな香辛料がブレンドされてるようなもんだからさ、めっちゃいいと思う。お米欲しいって言ったんだけど、食べ応えいっぱい具があるから食べ応えもあって、なくても十分お腹いっぱいになります。たまるね。俺前回のも好きだけど今回のが好きかもしれない。本当に美味しい。本当に美味しい。もうカレー味大好きだからさ、めっちゃうまいわ。これちゃんマジでやばい。これちょうどいい辛さじゃない。全然足らない。ということで、本日はですね、やみつき低糖質スープ2ということで、煮るだけで簡単にできる鶏胸肉ともやしとココナッツミルクカレースープをこうちゃん作っていただいたんですけど部屋とワイシャツとなんかみたいなさ、とで繋ぐのおかしくない？鶏胸肉ともやしのココナッツカレースープね。部屋とワイシャツと私みたいな、ってをね、こうちゃんにね、作っていただいたんですけども、もう本当にね、ずっと、僕ね、カレー味が大好きっていうのもあるんですけども、本当にお米が欲しくなるような味付けになってて、めちゃくちゃ美味しいです。これ本当にね、多分一番最初食べた時とか何も言われなかったら、まず低糖質だってことに気づかないような感じになってますね、仕上がり的には。もう本当美味しい。ココナッツがでも本当に合うね、これ。合うね。もう本当に濃厚だし、めちゃくちゃうまいです。もうぜひ皆さん作っていただきたいですね。はい。具材とかはね、ほんとこうちゃんがさっき説明してくれた通り、グリーンカレーに合うものだったら結構何でも合うと思うんで、余った具材をね、バババッと入れて、ぜひ作ってみてください。はい。もうとにかく鶏胸肉の火入れ、そこだけが一番難しいので、火入れしすぎないようにだけ注意してあげてください。はい、ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最高に美味しかったです。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。またね。バイバイ。